あなたのその献身的な愛情はなぜ彼の心を遠ざけてしまうのでしょうか。今この瞬間、彼の返信を待ちわび、ご自身の価値すら揺らいでいるあなたへ、明確な脳科学的結論をお伝えします。彼に愛を注ぐほど逃げられるのは、あなたの愛情が彼の脳内において報酬のインフレを起こし、狩猟本能を麻痺させているからです。進化心理学の視点から見れば、容易に手に入る安全な環境は男性の闘争心や獲得意欲という生存戦略上のプログラムを強制終了させてしまいます。いつか分かってくれるはずと尽くし続け、彼の冷淡な態度に胸をえぐられるような痛みを抱えているあなた、その苦しみは今日で終わります。この動画でお伝えする法則をインストールすれば、あなたの脳内ネットワークは再構築され、彼への執着はご自身への深い慈しみへと昇華されます。そして結果として、彼を本能の奴隷にし、あなたを監禁級に独占したくなるほどの強烈な渇望を彼に抱かせることになるでしょう。もう追う必要はありません。彼が必死で追いかけてくる選ぶ女の鉄則重戦、その深淵へとご案内します。第10位、好き好きオーラの遮断。彼からの LINE に即座に返信し、求められる前に全てを与えようとしてしまう。その度に重いと思われたのではないかと後悔を繰り返す日々。成熟した女性であっても、愛する対象を失う恐怖に直面した時、このような行動をとってしまうのは当然です。それはあなたの意志が弱いからではなく、脳の扁桃体が愛着対象の喪失という生命の危機を感知し、防衛反応としてつながりを強要しているに過ぎません。しかし心理学者 B.F. スキナーの提唱したオペラント条件付けの観点から見ると、この過剰な行為は男性にとって努力せずとも得られる無条件の報酬となります。報酬が常に与えられる状態では、動物の行動は強化されず、やがて消去されます。つまり、彼を安心圏内に置き続ける限り、彼のあなたを追うという行動は生物学的に発生し得ないのです。あなたの行為の供給を意図的に絞り、彼に失うかもしれないという適度な危機感を与えること、それが彼の行動回路を再起動させる第一歩です。しかし、ただ冷たく突き放せばよいという単純な話ではありません。脳の記憶メカニズムを利用したさらに高度なアプローチが次の法則です。第9位、ツアイガルニクの余白。彼と過ごす夜、自分の過去や内面、日々の出来事を余すところなく語り尽くしてしまう。互いの全てを理解し合うことこそが真の愛だと信じているからこそ、あなたは自己開示を止められません。それは深い親密さを築きたいという人間として極めて正常で美しい愛着形成の欲求です。ですが、ここで心理学者ブルーマ・ツァイガルニクが提唱したツアイガルニク効果を思い出してください。人間の脳は完了した事柄よりも未完成や中断された事柄に強い執着を持ち、記憶に深く刻み込む性質を持っています。あなたの全てを見せ切ってしまうことは、彼の脳における謎解きを完了させる行為に他なりません。あえて本音の数パーセントを隠し、語り尽くさない余白を残すこと、これが彼の脳内にドーパミンの報酬予測誤差を発生させます。予測しきれないあなたの深淵に触れたとき、彼の知的好奇心と探求欲は暴走し始めるのです。第8、報告から共有への転換。今日はこんなランチを食べたよ、仕事でこんなことがあったよと、日常の些細な出来事を彼に LINE で送ってしまう。彼からのそっけない返事に傷つきながらも、つながりを確認したくて送らずにはいられない。これは女性特有の脳内物質オキシトシンの分泌を促し、共感によって安心感を得ようとする生物学的なプロセスです。ご自身のその柔らかな欲求を決して否定しないでください。ただ、男性の脳は単なる事実の報告に対してどのように反応すべきかを見失いがちです。ここで有効なのが心理学者マーシャル・ローゼンバーグが引き下げ提唱した NVC の応用です。事実の羅列ではなく、この美しい景色を見てあなたと一緒に歩きたいと思ったというように、出来事に対するあなたの感情を共有するのです。特定の香りが過去の鮮烈な記憶を呼び覚ますプルースト効果のように、あなたの純粋な感情の由来には彼の脳内にあなたという存在を強烈に印象をつけます。第7位、パーソナルスペースの制御。出会って間もない、あるいは関係が少し深まった段階で、相手の物理的心理的な領域へ急激に踏み込もうとしてしまう。それは愛する対象と完全に融合し、一体化することで不安を消し去りたいという根源的な融合欲求の表れです。あなたが恐れているのは孤独であり、その孤独を埋めるための本能的な接近なのです。しかし、
文化人類学者エドワード・ホールが提唱したプロクセミックスによれば、人は無意識のうちに他者との距離感を領域として設定しています。急激に密接距離へと侵入することは、彼の脳に警戒システムを作動させます。あえて社会距離を保ち、彼のペースで距離を縮めさせる余地を与えること、彼自身が自らの意思で一歩を踏み出したと錯覚させることが、彼の中にあなたを自ら獲得したという強い自己効力感を生み出します。第6位、男性のヒーロー願望の刺激。彼に負担をかけたくない、自立した大人の女でありたいと願うあまり、何でも一人で抱え込み、完璧にこなそうとしてしまう。弱みを見せることは無能の証明だと無意識に恐れているあなたのその誇り高さは、過酷な社会を生き抜くために身につけた立派な生存戦略です。ですが、社会心理学者キャリル・ラスバルトの投資モデルによれば、人は相手に対して時間や労力、感情を投資すればするほど、その関係性へのコミットメントを深める生き物です。あなたが彼に頼ること、小さな弱さを見せて助けさせることは、進化心理学における彼の配偶者防衛の本能を呼び覚まします。彼はあなたを助けることで自らのテストステロンを満たし、あなたを自分が守るべきかけがえのない存在として深く認識するようになるのです。ここで後半のさらに深い法則に進む前に、あなたの脳の OS 自体を根本から書き換える重要なワークを行います。私たちの脳には RAS という自分にとって重要だと認識した情報だけをフィルタリングして集める機能が備わっています。今あなたの RAS は彼に嫌われないための情報ばかりを拾い上げ、あなたを疲弊させています。このフィルターを自己決定感へと書き換えるために、今すぐこの動画のコメント欄に以下の言葉をご自身の言葉として宣言してください。私の人生の試験は私自身にあります。この言葉を言語化し、物理的なテキストとして出力することで、あなたの脳は自分が自分の世界の支配者であるという新たな事実を認識し始めます。誰かに与えられる愛を待つのではなく、自らの足で立つその静かな決意こそが最も強力な引力となるのです。書き込みを終えたら、さらに深層心理へと潜っていきましょう。第5位、完結強化のナチュラル導入。彼から誘いがあれば、友人との戦略や自分の休息を犠牲にしてでも応じてしまう。常に彼を最優先にするあなたの態度は、愛する対象に全てのリソースを集中させることで関係を維持しようとする非常にけなげな生存戦略です。しかしここで再び B.F. スキナーの理論に立ち返りましょう。完結強化という心理学用語があります。毎回必ず餌が出るレバーよりもランダムな確率でしか餌が出ないレバーの方が、動物は執拗にレバーを押し続けるという実験結果です。これを人間関係に置き換えれば、あなたの予定が常に彼のために空いている状態は彼の執着を削いでしまいます。自分の予定や気分を優先し、時には誘いを断る勇気を持つこと、その予測不可能性が彼の狩猟本能に火をつけ、あなたを何としても手に入れたいという渇望を永続させるのです。第4位、自分の機嫌の自己決定。彼の LINE の返信が遅いだけで、あるいはそっけない態度を取られただけで、その日一日の気分が暗く沈んでしまう。あなたの感情のコントロールパネルを彼に預けてしまっている状態です。これは心理学者ジョン・ボールビーの愛着理論において、生存確保のセンサーが極度に過敏になっている状態であり、あなたが弱いからではありません。行動経済学者ダニエル・カーネマンが提唱した損失回避性の法則により、人は得る喜びよりも失う恐怖を強く感じます。あなたは彼を失う恐怖から自らの感情を犠牲にして彼の機嫌を取ろうとしています。しかし真に魅力的な女性とは、自分の機嫌は自分で取ることができる個体です。彼がいなくても楽しそうに微笑み、自己完結した幸福感を持つあなたの存在は、彼にとってコントロール不能な独立した宇宙として映ります。その神々しいまでの自立心こそが、彼があなたを尊敬し追いかけずにはいられなくなる理由なのです。第3位、見捨てられ不安の解体。少しでも連絡が途絶えたり、彼の視線が他へ向いたりしただけで、もう愛されていないのではないかと底知れぬ絶望感に襲われる。その痛みは、あなたの過去の経験や幼少期の愛着の傷跡が現在の彼という存在に投影されているに過ぎません。脳の扁桃体が誤作動を起こし、存在しない脅威に対して警報を鳴らしているのです。ここで必要になるのが、アドラー心理学における課題の分離です。彼の機嫌や彼の行動は彼の課題であり、あなたがコントロールできるものではありません。あなたが責任を持つべきは、
あなた自身の感情だけです。彼と自分の間に明確な心理的境界線を引くこと、この見捨てられ不安を手放し、私は私であるだけで価値があると深く腑に落とした瞬間、あなたが発するエネルギーは執着から穏やかな自由へと劇的に変化します。その変化を彼は敏感に感じ取るでしょう。第2位、愛の三角理論の最適化。恋愛の初期に感じる心臓が破裂しそうなほどのドキドキ感や相手と溶け合いたいという強烈な情熱、この感情の嵐が永遠に続くと信じ、それが薄れることを愛の終わりだと錯覚してしまう。これは脳内に分泌される PEA というホルモンが引き起こす種の保存のためのいわば脳のバグです。心理学者ロバート・スタンバーグが提唱した愛の三角理論では、完全な愛は情熱、親密さ、コミットメントの3つの要素で構成されるとされています。情熱という不安定な炎にだけ依存するのではなく、互いの内面を深く理解し合う親密さと、共に困難を乗り越えるというコミットメントを育てる視点を持つこと。彼に負わせるだけでなく、あなた自身が関係性の構築者として成熟した視座を持つとき、彼はあなたを単なる恋愛対象ではなく、人生における唯一無二のパートナーとして認識するようになります。第1位、孤独という名の聖域の構築。四六時中彼とつながっていたい、彼の全てを把握していたい。その究極の執着は、群れで生きる哺乳類としてつながりを失うことを死と同義とみなす本能の叫びです。どうかその切実なまでの愛の深さを誇りに思ってください。しかし、心理学者ジャック・ブレームが提唱した心理的リアクタンスの法則は残酷な真実を告げています。人は自らの自由や選択肢を制限されそうになると本能的に強い反発を覚えます。あなたが彼を縛ろうとすればするほど、彼は逃げ出さずにはいられないのです。ではどうすればよいのか。それはあなたの心の中に誰にも踏み入らせない孤独という名の聖域を築き上げることです。彼がいなくても熱中できる仕事、心から楽しめる趣味、静かに自分と対話する至福の時間。あなたがその豊かな孤独の中で光り輝いているとき、社会心理学者ロバート・チャルディーニが提唱した希少性の原理が最高潮に達します。彼女の世界は俺がいなくても完璧に成立している。その事実を突きつけられたとき、彼はたまらなくあなたの世界に侵入したくなり、あなたという存在を独占するために持てるすべてのエネルギーを注いで追いかけてくるでしょう。いかがだったでしょうか。あなたがこれまで抱えてきた苦しみ、彼を追いかけ尽くし傷ついてきたその奇跡は、決してあなたの愚かさの証明などではありません。それは愛する者を守り、つながりを維持しようとする生物として極めて高度で純粋な生存戦略の表れだったのです。もうご自身を責める必要はありません。あなたは愛される資格を探し求める段階をとうに過ぎています。あなたという存在そのものがすでに圧倒的な価値と必然性を持っているのです。他者の機嫌という不確かな波に翻弄されるのは今日で終わりにしましょう。あなたがご自身の人生の試験を取り戻し、自分という宇宙の中心に静かに座したとき、彼はあなたが放つその冷徹なまでの美しさと温かさに引き寄せられ、決して離れられなくなります。今夜はこれまで他者のために使ってきたエネルギーを全てご自身を癒すために使ってください。あなたはもう十分に戦い抜きました。深い安らぎの中でどうぞゆっくりとお眠りください。あなたの明日が確かな自己効力感と静かな喜びに満ちたものになることを私は願っています。